皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースはこちら。新型肺炎が中国で拡大を続けています。一方で、中国以外の国においては、もしかしたらこの薬が新型肺炎の治療法につながるのではないかという薬が出現しています。今回はこの2つのニュースについて追っていきましょう。それではニュースをお聞きください。武漢から遠く離れた温州も都市封鎖。買い出しは2日に1度、各世帯1人、中国。中国東部浙江省温州市は2日、住民の移動を制限し、道路を封鎖した。新型コロナウイルスの感染拡大の中心地である中部、湖北省武漢に次いで思い切った措置となる。人口900万人を抱える温州市の当局によると、生活必需品の買い出しのための外出は2日に1度、各世帯1人に限り許可される。また、高速道路の料金所46カ所も封鎖された。浙江省は湖北省に次いで新型コロナウイルスの感染者が多い省で、これまでに661人が確認されている。うち265人は武漢から道路距離で800キロ超離れている温州で確認された。温州市は公の行事を中止し、プールや映画館、博物館などの公共施設を閉鎖。省境をまたぐ長距離バスだけでなく、地下鉄などの公共交通機関も運休となった。中国では感染拡大、そして封鎖都市の追加といったものが行われたのですが、国会では加藤厚労省はこのように答えています。加藤厚労省、入国制限の拡大も弾力的措置考える。加藤厚生労働大臣は3日の衆院予算委員会で、新型コロナウイルスによる肺炎の拡大に伴って実施している中国湖北省に滞在歴のある外国人を対象とした入国制限に関し、他の地域で感染が拡大するようであれば入国制限の対象にする。弾力的な措置を考えなければならないと述べ、今後の情勢を見極めた上で入国制限の対象とする地域を拡大する考えを示した。政府は入国申請前14日以内に湖北省の滞在歴があるすべての外国人の入国拒否を決定。同省発行の中国旅券所持者の入国を禁止する措置も実施している。中国国内での感染爆発というものが続いている状況で、一方で海外においてはもしかしたらこれが治療法につながるのではというニュースが流れています。新型ウイルス、インフル治療薬と抗 HIV 薬の混合投与が有効化。タイの首都バンコクのラーチャウティ病院の医師らは2日、新型コロナウイルスに感染した重症患者に対するインフルエンザ治療薬と抗エイズウイルス HIV 薬の混合投与で症状の改善が見られると発表した。医師らは投与したのは抗 HIV 薬のロピナビルとリトナビルの配合剤とインフルエンザ治療薬オセルタミビル。これらを患者に投与した後の48時間で複数の患者に症状の改善が見られたという。症状が改善した患者には中国武漢出身の70歳の女性も含まれる。同委員の医師は会見で、これは新型コロナウイルスの治療薬ではないが、患者の状態はかなり改善した。我々の管理下で10日間にわたって新型コロナウイルスの陽性反応が出ていた患者が、混合薬の投与後、48時間以内に陰性となったと説明。見通しは明るいが、混合投与が標準的治療法になり得ると結論付けるには、さらなる検証が必要だと述べた。また、日本語の記事ではまだ出てはいないのですが、アメリカの疾病対策センター CDC の研究グループが、アメリカで見つかった新型コロナウイルスの患者に抗エボラ薬を投与したところ、効果があったというような話も出てきています。中国での感染爆発、これはまだまだ続いている状況と言えます。感染者数はどんどん増えており、それに連動して死者数というものも増え続けています。しかしこれは英米の大学等で行われている感染者数の増加モデルとはまだまだかけ離れたものであり、把握されていない感染者というものも多いだろうと見られています。そしてこの感染爆発によって次なる都市の封鎖が行われました。この温州市というのは人口900万人、そしてこの町のある浙江省の人口は5500万人と非常に人口の多い場所でもあります。一方でこうした新たな封鎖というものが行われたのに対して日本政府の反応というものは私から見ればまだまだ鈍いと思います。中国当局はこのような封鎖を行った段階で武漢のある湖北省と同様の措置をこの浙江省においても当てはめるべきです。
ただし、私はこの新型肺炎というものの症状、特に自覚症状のないような軽度の人であっても他の人に移してしまうということが分かってきた段階で、中国からの入国者というものを一時的でも良いから全面シャットアウトすべきだというふうに思っています。ですから、そのようなことができないのであれば、少なくともこういった浙江省についても新たに素早く入国制限を行うというような対応が必要だと思います。このような入国制限を行っている国というのは世界各国で行われており、すでに世界60カ国が何らかの規制措置を行っています。また、中には中国全土を対象として一時的ではあるけれど入国を許可しないと宣言している国もあります。例えば、アメリカ、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、モンゴルなどがそうです。また、中国との航空路線について運航中止により、実質的な入国制限を行っているイタリアのような国も存在します。感染拡大を防ぐという名目で入国制限を行うということは何も珍しいことではありません。一方で、この新型肺炎のその感染力や致命率、致死率といったものはそれほど高くはなく、また日本のような衛生環境の良い国であれば大きな感染爆発は起こらない。だから中国全土からの入国については制限する必要はないという方もおられます。ですが私はそういった医学的な問題をひとまず置いといたとしても、恐怖の前線というものは徐々に進んでいく。そのことがもたらす社会的な不安や動揺といったものを阻止するためにも、この中国からやってくる人たちについては一時的に遮断するということが重要だと思います。現在でもすでに中国武漢から来ているお客さんがいないような地域においても、マスクやアルコール殺菌用の商品というものがごっそりと街からなくなっているようなところも珍しくはありません。インターネット上ではすでにマスクなどは入手困難、そして転売なども非常に目立つようになっています。これこそまさに起こっている社会不安というものです。人は得体の知れないものに対する恐怖というものを拭い去ることはできません。ですから、そういった恐怖を抱きにくいような状況を政府が率先して作ることが日本国民の安心安全な生活を守るためには非常に重要だと思います。皆さんはどう思われるでしょうか。そして2つ目のニュースで取り上げたのが、この新型肺炎に関する治療法についての話です。今回の新型肺炎、コロナウイルスの変異というものは、かつて流行した SARS と同じコロナウイルスに分類されています。この新型コロナウイルスというのは、今ある私たちのこの体の中に入って増殖する際には、既存の細胞を乗っ取る、そして次の細胞へのさらに乗っ取りを仕掛けていくという形で増殖を繰り返していきます。この仕組みを邪魔する薬というものがあるのではないかと見られています。それが抗インフルエンザ薬であったり、抗エイズウイルス薬であったり、抗エボラウイルス薬といったものです。それぞれの薬にはそれぞれの効果があって、必ずしもこの新型コロナウイルスに対する特化した能力というものは全くありません。仕組みを邪魔することによって効果が出ればいいなというお話です。特に効果が期待されているのはこの RNA ウイルスというものが自分の体の中に入ってきて増殖する際に細胞を乗っ取る、そのことを邪魔する薬というものが一番効果が期待されています。タイではインフルエンザ薬とそして HIV の薬というものが使われて、これが効果があったのではないかと言われています。同じようにアメリカでもエボラウイルス薬に対する効果というものがあったのではないかと言われています。タイやアメリカではこの新型コロナウイルスにかかっている患者は非常に少数です。ですから、症例の数そのものはまだ1件合わせて2件といったような非常に少ないケースではあります。ですから、これが標準治療につながるかどうかはまだわかりません。ですが、既存の薬を使うことによって効果があるとしたらば、それは非常に明るいニュースと言えるでしょう。なぜならば、抗 HIV 薬であれば、すでに治験が終わって一般販売がされているものです。ですから、副作用についても、これまでの治験で分かった範囲でしか起こらないでしょう。また、こういった治療薬が早くにも見つかりそうだというのは、これはまさに医学の進歩の成果だと言えます。例えば、エボラウイルスに対する薬などは2015年にようやく、もしかしたらこれが効くかもしれないというような薬が登場したに過ぎません。エボラウイルス薬に対する新薬というものは2019年にようやく誕生しました。ですから、同じコロナウイルスに対する対策であっても、SARS が発生した2002年よりも現在の2020年の方がはるかに選択肢は多いのです。ただし、このような治療薬というものが本当に効くのかどうかというのは、
検証が必要なために、明るいニュースではあるものの、まだ確証段階ではありません。現在もなお中国では感染爆発が広がってあり、死者数もまだまだ伸びるような気配があります。それだけに中国という国内において、なんとか押しとどめてほしいと思うのは私だけではないでしょう。そういった今の状況の中で私たちができるのは、まずは手洗いを念入りに行う。そして、人混みにはなるべく行かないというようなことを非常に地味ではありますが実行するしかないと思います。皆さんはこのニュースについてどのようなことを思われるでしょうか？ぜひともコメントを書き込んでいってください。それではチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったらぜひとも評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。